皆さん、こんにちは、エマです。優しい日本語でいろいろなお話をお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日はですね、皆さんにタイトルにもある通り、謝りたいことがあります。まず、最初に謝らせてください。ごめんなさい。本当に。これは何がごめんなさいかと言いますと、いつも動画を見てくださっている方は気づいたと思うんですけども、いつもと顔が違いますね。顔が全然違うと思うんです。これはどういうことかというと、気づいていた方というか、皆さんきっと分かってはいたと思うんですけど、フィルターを使っていたんですね。フィルターを使っていました。なので、顔がサラサラって肌が綺麗に見えたり、顔がね、キュッてなったり、目がパッチリしたり、鼻がシュッて高かったり、そういった風に見えていたと思うんです。でもですね、フィルターを使うのをやめました。なので、今、この顔があります。いつもとちょっと違う。いつもよりあんまり可愛くないんだけど、大丈夫かな？ごめんなさい。許して。ダメかな？ごめんなさい。本当に。いやちょっと、これは結構私的に勇気がいったんですね。どうしようと、皆さんが幻滅してしまったら、いつもとやっぱり顔がさ、ほら、全然違うでしょ？だから、うん、なんか、やっぱりフィルター外したら全然可愛くないじゃんって思った方もきっといらっしゃると思うんですけど、今日は私がなんでフィルターを外したか、その話をしていきたいと思います。今日もいつも通り簡単な日本語でお話しするので、よかったら、最後まで日本語のリスニングとして聞いていってもらえると嬉しいです。で、まず最初になんで外したか、一番決め手になった大きな理由は、皆さんに少しでもいい動画をお届けしたいということです。これはどういうことかというと、やっぱりいつもそのフィルターを使っていたら画質がとても悪くなってしまうんですね。そして音もちょっと悪くなっちゃうんです。この前言ったように新しいマイクを買ったので、皆さんにそのいい綺麗な日本語、聞き取りやすい日本語を伝えるためにマイクを買ったのに、ただ私がフィルターをつけたいからって理由だけで皆さんに聞き取りにくい音をお届けするわけにはいかないと思って、皆さんに少しでも日本語の勉強になるために作りたいって思ったので、フィルターを外しました。そして、なんでつけていたかというと、すごくコンプレックスがあったんです。コンプレックスが。自分の顔に対して自信が持てなくて、ずっとフィルターでごまかしていたんですけど、やっぱり私が作るべき動画は、綺麗な肌とか綺麗な顔じゃなくて、綺麗な日本語じゃないですか。日本語教師として届けるものは顔ではなく声だと実感して、なのでやめました。フィルターを使うんじゃなくて、これからはもっと皆さんに綺麗な聞き取りやすい日本語をお届けするために、ずっとつけていたフィルターを外すことにしたんですね。なんか、やっぱり、この今から話すことが今日の本題なんですけど、日本の文化というか、日本ってとてもルッキズムなんですね。ルッキズム。人の外見がとても大切だって考えられていて、なんかね、みんな
二重とか鼻が高いとか顔が小さい、それが大切だっていうふうに考えてる方がとてもとても多いです。そして実際に私もすごく気にしてしまいます。自分の目は小さいんじゃないかとか、鼻は高くないとか、顔が小さくないとか、そういうことをすごく気にしてしまってたんですね。でも、実は少しずつ私は今変わっていて、少しずつ成長しているなっていうふうに感じています。どういうことかというと、今までは今話したようにルッキズム、外見がとても大切だって思ってたんですね。可愛くなりたい。もちろん今も可愛くなりたいけど、今はそれ以上に内面、自分の心、自分の中身が素敵な人になりたいです。例えば、綺麗な言葉を使えたり、人に優しくできたり、すごくたくさんのこと、たくさんの知識があったり、たくさんのことを知っているっていうことですね。そういった自分になりたいって思ったんですね。なので、今私に大切なのは、こういう外見、フィルターを使った、自分の、まあ、ちょっと加工した自分、綺麗に見せたいっていう自分じゃなくて、今は自分の中身を皆さんに伝えたいです。自分の中身で皆さんに素晴らしい動画を作りたい。そう思って、フィルターを外すことにしたんですね。もちろん今こうやって動画を撮っていて、とても不安です。すごく怖いです。今、皆さんがやっぱりいつもと顔が違うじゃんって思ってるかもしれないし、もちろん怖いけど、でも今決めました。私は中身を成長したい。自分の中身、いい人になりたいです。いい人間、人として成長したいです。なので、そうなんだけど、こう思えるようになったのは、きっとオーストラリアに行ったことがすごく大きいと思うんですね。これはどういうことかというと、私、前々から少し言っていたように、オーストラリアに1ヶ月だけだけど、短期留学に行っていたんですね。そこで気づいたんですよ。みんなもちろん外見も素晴らしいですよ。とてもかっこいい人とか、とても可愛い人、とても綺麗な人。みんな自分を磨いていて、すごくすごく綺麗な人が多かったんですけど、でもそれだけじゃなくて、皆さん中身が素晴らしかったんですね。自分の考えを持っていて、本当に強かったんです、心が。なので私はそういうみんなを見て、すごく自分もこうなりたいって思ったんですね。オーストラリアに行くまでは、私は自分の中身よりも外見がとても大切でした。自分がどういう顔か、目は大きいかとか、顔は小さいかとか、そういうことばっかり気にしていて、でもオーストラリアに行くと、なんかね、日本にいるときは、私は目を褒められることが多かったんですね。綺麗な目だねって言ってくれることがすごく多くて、本当にそれも嬉しいんですけど、オーストラリアに行って気づいたのは、みんな私を褒めてくれるのは中身だったんですね。なんか、その考え方いいねとか、素敵だねとか、そういう話し方とか、話し方が綺麗だねとか、そういう中身を見てくれたんですね。優しい人だとか、中身っていうのはそういう内面、自分の考え方とか、心、形に見えないものです。それを内面って言うんですね。なんだけど、この内面を褒めてくれる人がすごくすごく多かったんです。なので私は自信を持つことができたんです。なんか今までずっと
自分の顔ばっかり気にしてたけど、体型とか。でもオーストラリアに行って本当に素敵な人に出会って、今度ね、オーストラリアについてはもっと詳しく話したいんだけど、たくさん思い出があるので。でも今日話したいのはそれです。オーストラリアに行って、外見だけじゃなくて内面も素晴らしい人に出会って、自分もこうなりたいって思うことができました。なので今私はこうやって話しています。ずっと不安でしょうがなかったんですね。フィルターを取るっていうことが。いつか取らないといけないとは思っていたけど、怖くて今までダラダラと来ちゃって、今ね、こうやって改めて動画を撮っているんですけど、でもこうやって自分自身の本当の今何もしてない顔なんですね。何にもフィルターがない状態で撮っているんですけど、やっぱりこの方が自分の本当に思っていることとか、本当の自分を出せる気がして、今こうやって話していて少しずつ自信が湧いてきました。皆さんがね、どう思うかはわからないですよ、私には。フィルターをつけている時の方がもちろん私はきっと可愛いだろうし、でもきっとね、今こうやって話しているといつもより可愛くはないと思うんですね。でもきっといつもより私の心は楽しいです。すごく。いつもより自分ですね。なんとなくいつもより自分らしい話ができている気がします。きっとね、こうやって動画を撮ると皆さんにもすごくいい画質のものだったり、いい音のものだったりがお届けできて、すごくね、もっともっと日本語が聞き取りやすくなっていると思います。なので、私はルッキズムを卒業したい。ルッキズムを今日で卒業します。えーこれからは本当の自分、こうやって今の私、この私でたくさん動画を作っていこうと思います。なので、ちょっと、驚いた方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、よかったら応援してくれると嬉しいです。不安なこともたくさんあるんですけど、それでも私は皆さんのために頑張るって決めたので、今日からもっともっと皆さんのために楽しい動画を作っていきたいなと思います。では、今日はこんな感じでルッキズムについてお話ししてみました。いかがでしたでしょうか？本当に私を変えてくれたのはオーストラリアだと思っています。なので、本当にね、さっきも言ったように、オーストラリアにはとてもとても思い出があるので、これからね、また今度動画を改めて作りたいなと思っています。では皆さん、今日の動画楽しんでいただけましたか？フィルターがない初めての動画です。ちょっとね、びっくりさせちゃって本当にごめんなさい。でも今日もここまで見てくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では皆さん、これからも一緒に日本語の勉強頑張っていきましょう。では今日のポッドキャストもこれで終わります。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。